今日は朝食やランチにぴったりのアルースジキプリを作ります。スパイスとじゃがいもを筋の生地に練り込んでいるので、食感がもちっとしていてとても美味しいんですよね。また、麺棒不要で生地を簡単に伸ばす裏技もご紹介していますので、よかったら最後までお楽しみください。では、早速作っていきましょう。約2人分の分量です。11枚ほど作れますが、1枚が小さいので2人でペロリと食べれてしまうと思います。まずはボウルに筋を 100g 用意します。そこに水 100cc を加え、スプーンでよくかき混ぜます。筋は以前野菜と混ぜて焼くだけでできる筋ナスタや甘い朝食筋ハルワでもご紹介したことがあるセモリナ粉のことです。筋を使うと弾力のあるもっちり食感が出せるので、バリエーションを変えて作りたい時のちょい足しにおすすめの食材です。よく混ざったら筋にしっかり水分を吸収してもらいたいので15分放置します。その間にじゃがいも大きめ1個をよく洗ってラップをしてレンジで3分から5分温めて、潰してマッシュポテトを作っておきます。15分経つと筋一粒一粒が水分を吸っているのがわかります。そうしたら先ほど潰したマッシュポテトを入れ、あた 50g を加えます。筋とじゃがいもだけだともちもち感がすごいので、あたで少し割るといった感じです。そこにクミンシード小さじ1を加え、アジョワンシード小さじ1/2を手で揉んですりつぶして加えると、香りが存分に発揮されます。同じくカスリメティ小さじ3も手で揉んで加えます。そしてヒング少々とチリフレーク小さじ3、ターメリックパウダー小さじ1/3を加えたら、最後に塩小さじ3/4を加えて、手で全体をよく混ぜます。3、4分しっかりとこねると、もちっとでんぷん質を感じてくると思います。基本的には水は追加しなくても全体がしっかりまとまると思います。逆に、もしこねていて生地が緩いなと思った時は、あたを加えて調整してみてください。生地がまとまって、プニプニと弾力が出てきたら、10分ほど放置して生地をなじませます。10分経ちました。良い感じにもっちりしています。手に油をなじませて、生地の表面にも軽くなじませます。そして、ピンポン玉くらいの大きさに丸めていきます。さあ、次は生地を伸ばす作業です。見てくださっている皆様の中で、手作りのアルーパパドの動画を見てくださった方いらっしゃいますかね。アルーパパドと同じ生地の伸ばし方が、簡単でささっと伸ばせる方法なんです。ジップロックなどの厚めのビニールの袋の両端をハサミでカットして1枚の長めのビニールの状態にします。そのビニールの片側に丸めた生地を置いて残りのビニールを折りたたむようにかぶせます。そして家にある底が平らなら何でも良いのでお皿やプレートなどでぎゅっと均一な力で上からプレスします。そしてビニールをめくって優しく生地を取り、しっかり温めた油の中に入れます。簡単じゃないですか？油を塗って丸めているので、ビニールにくっついて剥がれないといったこともなく、均一な厚さの丸い生地が一気に伸ばせるんです。綿棒と打ち粉でキッチンが汚れる心配もありませんし、丸く成形するのに時間を費やしすぎることもなく、本当に簡単でストレスフリーな方法ですよ。よかったら試してみてくださいね。プリと同じように両面を油で揚げるのですが、生地が少し膨らみ始めたら、トングで優しく押さえて油に触れる面積を増やします。すると、風船のように膨らみます。風船のように膨らんだら、生地に火がしっかり通ったサインなので、あとはお好みで少し揚げ色をつけたら油から揚げます。今度は横から揚げている様子をお届けします。その間に、インドの家庭で、プリはどのように食べられているかについてお話ししてみようと思います。一般的には、野菜のカレー、サブジと食べたりしますが、カレーなしでも食べたりします。その場合は、スパイスで漬けたお漬物のようなアチャールをプリに包むようにして食べたり、
ヨーグルトにスパイスなどを加えたライターをつけて食べたり、他にもトマトチャトニやグリーンチャトニにつけて食べることもあります。不思議かもしれませんが、チキンやマトンといったノンベジとの組み合わせはまず見たことがなく、夫もプリはベジとしか食べないと言います。なぜかと夫に聞いてみましたが、特に理由という理由はなく、当たり前にプリはベジと食べるものと育ってきたようです。油で揚げる分、ベジでも満足度が上がるっていうのもあるのかもしれませんね。それに、実際にベジカレーと食べてみると、その相性の良さを実感すると思います。ベジカレーとプリ、お互いがお互いを美味しくする相乗効果のようなものを感じます。ですが、今回のプリはクミンやアジョワンなどのスパイスが入っていて、さらにジャガイモが練り込んであるので、個人的にはプリだけでそのままシンプルに食べるのが好きだったりもします。ということで、揚げ上がったのでお皿によそります。今日は箸休めのカット野菜とライターを合わせていただきます。まずはアルースジキプリそのものを味わいます。アジョワンなどのスパイスが効いていますが、強すぎず、チリフレークも辛すぎず、塩分も強すぎず、とてもシンプルで素朴で、ザ・インドの家庭料理といった味わいです。とても美味しいです。次はライタにつけていただこうかな。これ。油で揚げたプリにはライターがさっぱりとさせてくれるので、良いコンビネーションなんですよね。そして、もっと口の中をさっぱりとリセットさせるために、インド料理を食べるには、紫玉ねぎやキュウリなどのカット野菜は欠かせません。今日も美味しく作れました。ということで、アルースジキプリの作り方をお送りしました。よかったらお家でインドの家庭料理、試してみてくださいね。では、また次回の動画でお会いしましょう。フィルミレンゲージ。